ちょっと聞いてよ。どうしたんだ？昨日、夕飯を作っていたら、天井からムカデが落ちてきたんだよ。びっくりしすぎて、腰が抜けてしまったよ。それは大変だったな。でも、ムカデが1匹いたということは、あと40匹くらい落ちてくるかもしれないぜ。どういうこと？じゃあ、今回は天井からムカデが落ちてくる原因と、対策法について解説するぜ。お願いします。それじゃあ、まずはなぜムカデが天井から落ちてくるのか解説していくぜ。ムカデが好む場所の条件は湿気がある、日が当たらなくて暗い、暖かい、ゴキブリや小さな虫がいるだぜ。ムカデの好む場所って、前に教えてもらったゴキブリが好む場所とよく似てるね。そうだな。ムカデもゴキブリと同じように視力は弱くて、夜行性の生き物だから、よく似た特徴を持っているぜ。しかも、ムカデにとってゴキブリは良い餌だから、ゴキブリがいる場所にムカデは現れやすいぜ。なるほど。でも、なんでムカデが天井にいるの？ムカデは草の中や土の中に住んでいるはずじゃないの？確かにムカデは草の中や土の中にも生息しているが、ムカデは木や壁を登ることだってできるんだぜ。そうなの？そうだぜ。だから、ムカデが2階に現れても、何も不思議ではないんだぜ。じゃあ、ムカデは天井の裏にも普通に侵入できるんだね。そういうことだぜ。しかも、天井の裏なんて普段は人の手入れが行き届かない場所だから、ムカデの餌となる虫が大量にいるわけだぜ。ついでに天井の裏は日が当たらない上、一応家の中だから、暖かいわけね。それに加えて、天井裏は通気性もいいとは言えないから、湿気が溜まりやすいんだぜ。つまり、天井裏はムカデが好む場所の条件を、すべて満たした完璧な場所なんだぜ。なるほど。ムカデが天井裏にいる理由はよくわかったけど、なんで天井から落ちてくるの？正直、ムカデが天井裏にいるだけであれば、私はあんまり気にしないのに。考えられる理由は2つだぜ。1つ目は天井裏にいたムカデが天井の隙間から落ちてきたこと。もう1つは部屋に侵入していたムカデが、壁を登って天井までたどり着き、落ちたことだぜ。2つ目の理由は部屋のドアや、窓からムカデが侵入できるからわかるけど、1つ目の理由はありえないんじゃない？天井に隙間なんてないよ。いや、気づいていないだけで結構隙間はあるんだぜ。例えば天井には照明が取り付けてあるだろ？そりゃね。照明は天井に穴を開けて設置しているから、実は照明裏に隙間ができていることも多いんだぜ。へえ、でも、照明を設置して何年も経った家なら、大きな隙間ができていてもおかしくないけど、照明を設置したばかりだと、隙間はあっても2、3ミリくらいじゃないの？そうだぜ。だが、ムカデは薄いから数ミリあれば十分通れるし、ムカデの赤ちゃんなら1ミリ未満の隙間でも侵入できるぜ。ムカデの赤ちゃんなら1ミリ未満でも侵入できるの？それなら十分照明裏から、ムカデが入ってきたのもあり得るかも。しかも、この夏の時期は親ムカデから独立したばかりの幼いムカデがいるんだぜ。当然、独立したばかりのムカデは小さいから、天井のわずかな隙間から入ってくることがあるぜ。言われてみれば、ムカデが天井から落ちてくるのって夏ばかりだね。ちなみにムカデって、1回の産卵で何匹分の卵を産むの？種類にもよるが、多い種類だと50匹分の卵を産むぜ。50？ じゃあ、1匹小さいムカデを見たら、あと、ムカデが49匹いてもおかしくないわけだぜ。それは、危険だね。もちろんムカデの赤ちゃんが落ちてくるのは、他のムカデもいることを意味するから危険だが、大きなムカデが落ちてくることも、大きな問題だぜ。そりゃ、大きなムカデが落ちてきてるんだから大問題だよ。いや、そういうことではなくて、大きなムカデがいるということは大きな隙間が空いていることと、ムカデが過ごしやすい環境ができていることを意味するんだぜ。マジだぜ。もちろんたまたま窓が開いていて、たまたま大きなムカデが入ってきた可能性もあるが、何度も大きなムカデを見かけた場合は、ムカデを育成する環境が整っていると考えていいぜ。最悪じゃん。ムカデが天井から落ちてこないようにする方法はないの？主な対処法は天井をはじめとした部屋の隙間をなくすこと、家の周りにムカデが好む環境を作らないこと、ゴキブリなどの餌になる虫を家に寄せ付けないことが大切だぜ。天井の隙間については、前にも紹介してた隙間用のシールを使えばいいんだよね？ああ、隙間を見つけて、
それを使って埋めればムカデは侵入できなくなるぜ。一応、商品のリンクは説明欄に記載するが、最悪セロハンテープを貼っておくだけでも効果は期待できるぜ。また、できればムカデが天井裏へ侵入する経路を特定して、塞ぐことも効果的だが、ムカデの侵入経路を特定するのは正直難しいぜ。ムカデは薄いから、あらゆるところが侵入経路になるもんね。そうなんだぜ。だから、そもそも家の周りにムカデが寄りつかないようにすることが大切だぜ。それってどんな方法があるの？まずは家の周りに置いてあるものを減らした方がいいぜ。物が多ければ多いほど、日が当たりにくく、風通しの悪い場所ができやすくなるから、ムカデの住み着きやすい環境ができてしまうんだぜ。へえ、ムカデ対策のついでに、家の周りにあるいらないものを片付けたらいいかもね。そうだな。あと、雑草が生い茂っている場合は刈り取った方がいいぜ。雑草のせいで日が当たらない場所ができるからだね。それもあるし、雑草を食べに来た小さな虫を食べるために、ムカデもやってくるんだぜ。だから、定期的に草むしりをするか、そもそも草が生えないように除草剤を撒いておくことが大切だぜ。なるほど。さらにムカデが嫌う環境にしたい場合は、屋外用のムカデ忌避剤を撒いておくと非常に効果的だぜ。ただし、匂いはきついから撒くときは注意してほしいぜ。室内用の忌避剤はダメなの？室内用の忌避剤にも効果はあるが、屋外用であれば家自体への侵入を防ぐから効果は大きいぜ。そういうことね。もちろん手軽に使えるのは屋内用の忌避剤だから、簡単に対策したい人は屋内用でもいいと思うぜ。で、最後に大切なのは、ゴキブリなどが好まない家にすることだぜ。餌がなければ、そもそも家にムカデは入ってこないわけだね。そうだぜ。ムカデ自体はゴキブリと違って、人間のフケや食べ残しに用はないから、ムカデが侵入しても餌となる虫がいなければ、人間の家に永住することはないぜ。へえ、そうなんだ。じゃあ、根本的にはゴキブリのような虫が、家に入らないようにすることが大切なんだね。ああ、ゴキブリの対策方法はこれまでの動画で上げているし、これからも定期的にアップするからチェックしてほしいぜ。もし動画をチェックすることが面倒な場合は、とにかく清潔にすることを意識して生活してほしいぜ。不潔にすればするほど、ゴキブリの好む環境になることは明らかだからね。そうだぜ。特に匂いの強い食べ物や飲み物を置いたままにしておくと、匂いを嗅ぎつけてゴキブリがやってきやすいから注意だぜ。あと、最後にムカデに噛まれた時の対処法だけ紹介しておくぜ。無比とか塗るだけじゃダメなの？無比を塗ってもいいが、まずは患部の毒を絞り出しながら、水で冷やして洗い流した方がいいぜ。その後に、ステロイド入りの製品を塗れば痛みを和らげることができるから、すぐにお医者さんへ向かうと良いぜ。よく使うムヒエスにはステロイドって入ってるの？いや、ムヒエスには入ってないぜ。ムヒアルファ EX だったら、ステロイドが入っているから、一本買い置きしておくと便利だぜ。了解だよ。それじゃあ、今回の動画はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。